皆さんどうもこんにちは。前にテンプレートを使用して HTML を表示したと思うけど、今回は別の方法を紹介するよ。テンプレート使うだけじゃなく別の方法もあるんだな。今回は FastAPI の得意分野の WebAPI のまま使用するよ。それを可能とするのが構図という技術だね。構図はクロスオリジンリソースシェアリング、オリジン間リソース共有というもので、別サーバーにアクセス権を与えるよ。つまり、フロントエンドとバックエンドがそれぞれ独立したサーバーで動くことができるよ。なるほど、これだと自分たちでフロント側を作ってもいいし、外部の人にもバック側の機能を提供できるんだな。そうだね。フロント側も、いろんなバックエンドのデータを使って表示することができるから、構図はお互いにメリットがあるよ。オリジンとは、チュートリアルにも書いてあるけど、サーバーの情報だね。プロトコル、ドメイン、ポートの3つの情報のことだよ。これに、ミドルウェアの機能を使って、特定のオリジンからのアクセスを許可することができるよ。ミドルウェアってなんだぜFastAPI でいうミドルウェアは、経由地点のようなイメージだね。リクエストをまずミドルウェアが受け取る。ここでミドルウェアが何か処理したりするよ。ミドルウェアが処理した後、バックエンド側にリクエストが届く。で、処理をしてミドルウェアに応答を返す。ミドルウェアは応答を受け取ったら、何か処理をして、フロントに応答結果を返す。ミドルウェアは、リクエストと応答のデータを加工してもいいし、そのまま相手にデータを渡してもいいよ。第三者を挟んで、伝言ゲームみたいな感じにするってことだな。というわけで、すでに構図を使ったソースコードを GitHub に上げてるよ。ブランチは SQL のチュートリアルで作成したソースコードから枝分かれしているよ。テンプレートのブランチからじゃないってことだな。バックエンド側の修正箇所はメイン .py だけだよ。まず、構図ミドルウェアをインポートするよ。次に、許可するオリジンのリストを作成だね。今回は、http ローカルホスト8080だけを許可するよ。このオリジンは、フロント側で立てる予定のサーバーのオリジンだよ。バックエンド側は、http ローカルホスト8000だったな。ポート番号だけ違うってことか。最後の修正点で、ミドルウェアで FastAPI にミドルウェアを追加するよ。第一引数は使用するミドルウェアだね。インポートで追加した構図ミドルウェアを指定するよ。第二引数は許可するオリジンだね。さっき作ったリストを指定するよ。第三引数は許可するメソッドだね。アスタリスクはすべてのメソッドを許可するって意味だよ。第4引数は許可するヘッダーだね。メソッドと同じくすべてのヘッダーを許可するよ。フロント側のサーバーからならどんなリクエストも許可するってことだな。あとはフロントエンドだね。基本的にはテンプレートの時に似ているよ。最初は index.html だね。まずは、ヘッドタグに文字コードを UTF-8 で指定するよ。これは、サーバーを立てるときに文字化けしないようにするためだよ。まずは getUsers だね。スキップパラメータとリミットパラメータを指定して、ボタンを押したら users.html を表示するよ。ここはテンプレートの時と変わらないな。アクションで直接 HTML ファイルを指定するようになったことくらいか。次は getUser だね。パラメータでユーザー ID を指定して、ボタンを押したら user.html を表示するよ。テンプレートの時は JavaScript を使って URL を指定したけど、独立したサーバーだからね。FastAPI と合わせる必要がないよ。なるほどな。前は URL で指定してたけど、今回はパラメータでフロントに情報を渡すってことだな。そうだね。情報取得は user.html で実施するから、情報の渡し方を自由にできるよ。最後の getItems は getUsers と同じだね。表示するページが items.html になっているくらいだね。getUser でも言ったけど、
URL を指定する必要がなくなったから、JavaScript の記述を削除したよ。index.html は異常だね。次は users.html だよ。ユーザーインデックスなんだけど、テンプレートと違う点としては、テーブルタグに ID を振っているよ。他には、ヘッダ部分のみの記載になっているよ。テンプレートのデータ部分を表示するところは使えないから削除したよ。波括弧を2つ使う書き方のところだな。アイテムインデックスのところも同じだね。ID を振ったのと、データ部分を記載していないよ。メソッド一覧はテンプレートの時と変わらないね。E メールとパスワードを入力するところとボタンを押したら JavaScript の関数が動くポストユーザーズを作成するよ。ユーザー ID、タイトル、ディスクリプションを入力するところとボタンを押したら JavaScript の関数が動くポストアイテムズを作成するよ。この辺は本当にテンプレートの時と全く一緒だな。次はスクリプトの部分だよ。新しい処理として、window.add-event-listener を記載するよ。これは、HTML のイベントの発生を検知したら、動く処理を追加するって意味だよ。第1引数のロードは、ページを読み込んだ時だね。第2引数に動く関数を書くんだけど、今回は、直接関数の中身を書いてるよ。別関数にして、関数名指定でもいいよ。確か、テンプレートの時も使ってたような気がするぜ。そうだね。これを無名関数とか、ラムダ式とか言ったりするよ。処理の中身としては、まずサーチパラムズで、パラメータを受け取るよ。受け取ったパラメータから、スキップとリミットを分解して、それぞれ変数に格納。格納した変数を使って、ファスト API に投げる URL を作成。パラメータからスキップとリミットを分解して、それぞれ変数に格納。フェッチで URL のリクエストを行うよ。処理した結果、エラーが発生しなければ、全の中身を処理してくれるよ。応答に問題がなければ、応答結果をレスポンス引数に入れてくれるのか？その通りだよ。で、レスポンスを JSON 形式に変換。これも問題なければ、変換した JSON を次のユーザーズに入れてくれるよ。引数のユーザーズを一つずつ取り出して、ユーザーに格納して繰り返し処理するよ。ID がユーザーズテーブルのものを取得し、テーブル変数に格納。テーブルに1行追加するよ。インサートセルで1列分追加し、ユーザーから ID の情報をテキストノードに入れて、作ったセルにテキストノードを追加するよ。同じことを E メールと isActive でもやるよ。こうやって追加することで、動的にテーブルの情報を変更できるんだな。テンプレートじゃないとできないと思ってたぜ。ユーザーの追加が終わったら、次はアイテムズテーブルを取得するよ。そして、アイテムズのデータを繰り返し挿入していくよ。ループの中身はユーザーと同じだね。ID、オーナー ID、タイトル、ディスクリプションの情報を挿入していくよ。これでページ表示時の処理は終わりだね。根本的なところだけど、JavaScript で表示内容をこうやって変えることができるんだな。後のサブミットポストユーザーズとサブミットポストアイテムズはテンプレートと同じだよ。URL が変わってるくらいかな。ざっくりと処理の中身を話すと、フォームの情報を取得、URL にパラメータとしてセットして、ファスト API にリクエストを投げる。応答が返ってきたら自分自身を更新ってことをしてるよ。users.html は異常だね。後の user.html と items.html も同じような流れだし、あえて話すようなことはないかもね。基本的には users.html からいらないものを削除したようなものだし。あえて言うなら、user.html の ID を H1 タグに表示するために insert.html を使用してるよ。くらいかな。今回はフロント側で JSON 形式を使ってファスト API と通信ができるってことが趣旨だからな。早速動かしてみるよ。
ファスト API 側はいつも通り、ユビコーン SQLAPP.main APP で動かすよ。で、フロント側なんだけど、別ターミナルで Python-m http.server8080 とすることで、簡易的な HTTP サーバーを動かすことができるよ。これだけでサーバーを立てることができるのか。ちょっと動かして動作を確認したい時なんかは結構便利だな。サーバーが立ち上がったら早速動作確認を。っていうところなんだけど、正直親の顔よりも見たっていうくらいいつもと変わり映えしないからさらっと流すよ。いや、さすがに親の顔の方が多く見てるだろ。せいぜい学校卒業後のクラスメイトくらいだな。ここからが Web API のいいところなんだけど、表示する場所はウェブサイトじゃなくてもいいんだよね。というわけで、新しいソースコードを用意しました。また料理番組みたいなことすんな。これは何のソースコードなんだぜ？これは、フラッターというソフトウェア開発キット SDK だよ。主にスマホの分野で使われているね。フラッターは Dart 言語で書かれているよ。聞いたことがない言語だな。そうだね。ちょっとマイナーな言語だからね。フラッター以外ではあんまり聞かないかもね。本来 iPhone は Swift や Objective-C、Android だと Kotlin や Java といった言語でアプリを作成するよ。言語が違うから両方で開発する場合は2つソースコードを書かないといけないんだけど、フラッターは1つのソースコードで両方のアプリを作成することができるよ。それは便利だな。単純に手間が半分になるし、ソースコードが一緒だから片方だけでエラーが出るってこともないんだな。フラッターのコードの解説してるととんでもない長さになるから、簡単に話して、詳細は省略するよ。今後、フラッター単体の動画に期待だな。まずはメイン.dart を見ていくよ。フラッターの画面は主に2種類で構成されているよ。ステートレスウィジットとステートフルウィジットだね。ステートレスウィジットは状態を保持しない静的な画面だよ。メインはステートレスウィジットで構成したよ。で、ビルド関数が画面を描画する関数だね。メインの画面は今までの index.html とかと同じようにしてあるよ。パラメータを入力する箇所と、ボタンを押したら、違うページに遷移するようになっているよ。画面遷移はクラスを指定して引数にパラメータを入れるよ。データの渡し方は Python と似たような感じだな。さらっと終わらして、次は users.dart だよ。ここで Fast API と通信して JSON を受け取る関数を書いてるよ。最初は getUser 関数だよ。フューチャーと async は非同期処理を意味しているよ。これは Fast API にもあったね。プラットフォーム .isAndroid はこのアプリが動いているスマホが Android かどうかを判断できる変数だよ。Android なら 10.0.2.2、iPhone なら 127.0.0.1 をベースにするよ。127.0.0.1 は自分自身を表すんじゃなかったか？ Android の 10.0.2.2 はなんだぜ？Android のエミュレータは特別な IP アドレスが振られてるよ。エミュレータ自身が 127.0.0.1 で、エミュレータを動かすパソコンは 10.0.2.2 でアクセスするようになってるよ。iPhone の方はそんなことになってないから、いつも通り 127.0.0.1 で問題ないよ。なるほどな。これは開発の時だけの処理で、実際にサーバーにデプロイしたら、こんな判断する必要はないってことだな。そうだよ。冴えてるね。ベースを設定したら、Fast API にアクセスする URL を作成して、リクエストを投げるよ。リクエストが200、OK だったら、セットステートで変数に代入するよ。JSON 形式だから、それをリストに変換してるね。セットステートってなんだぜ？さっきの画面の説明の続きになるんだけど、今回はステートフルウィジットで作っているよ。
ステートフルウィジットは、セットステートで変数の値を更新すると、この変数を使って表示している画面の部分を更新してくれるよ。なるほどな。変数を更新するだけで、画面も更新されるのか。便利だな。次はポストユーザー関数だね。非同期で動くのは、ゲットユーザーと同じだね。これもさっきと同じく、ベースと URL を作成するよ。次はヘッダーズ変数を作成するよ。マップは辞書型と似たようなものだね。ヘッダーズの中身は HTML と同じだよ。次にパラム変数だね。引数で受け取った値をセットするよ。で、ポストでリクエストを投げる。URL とヘッダーズとパラムを引数に指定だね。パラム変数の JSON エンコードは JSON 形式に変換してるよ。今まで HTML とかでやってきたから、なんとなく意味はわかるな。そして、応答が200、OK で返ってきたら、さっきのゲットユーザー関数を呼び出して画面更新だね。直接返ってきた値をそのままセットステートしてもいいけど、それだと他の人が追加した分が反映されないからね。霊夢のくせに考えてるんだな。ポストアイテムはあんまり言うことないね。ポストユーザーとほとんど同じだよ。イニットステートは画面が表示されるタイミングで呼ばれる関数だよ。ここでゲットユーザーをコールしてるよ。アットオーバーライドとスーパードットイニットステートっていうのはなんだぜ？アットオーバーライドは上書きって意味だよ。継承元のクラスにある関数だね。それを自作した関数に処理を変更するよ。スーパードットイニットステートは継承元の関数の呼び出しだね。だから意味としては元々の処理にゲットユーザーを追加したような形だね。あとはビルドで画面の構成を設定するよ。今回はファスト API から受け取ったデータのところだけ説明するよ。for 文で一つずつユーザーを取り出して、テーブルの行としてデータを構成させているよ。テーブルを構成する要素として、ID や E メールなどを取り出して設定しているね。その下でユーザーのアイテムでループを入れてるよ。こっちもやっていることはユーザーと変わりないね。あとはボタンを作成して、押された時に各ポストの関数を呼び出しているよ。変数の後についているびっくりマークはなんだぜ？元の変数はストリングハテナ型で宣言しているよ。これはヌルを許容する変数なんだけど、びっくりマークをつけることによって、ストリングハテナ型からストリング型に変換できるよ。当然、これはヌルを許容しない型だよ。これで大体の説明はできたかな。動作確認していくよ。まずは Android だね。AVD マネージャーから作成しておいたエミュレーターを起動するよ。おお、スマホがパソコン上に出てきたな。あとは実行ボタンを押せば、作ったアプリをスマホに転送して実行してくれるよ。スマホに HTML で見たような画面が出てきたな。アプリ画面が出てきたら、まずは Get Users の送信ボタンを押すよ。パラメータはそのままで大丈夫だね。さっき HTML で登録した情報が表示されたな。ポストユーザーズからユーザーを作成するよ。送信後にインデックスにユーザーが追加されてるな。次にポストアイテムズからアイテムを作成するよ。タイトルとディスクリプションを適当に入れて作成するよ。こっちも送信後にアイテムインデックスにアイテムが追加されてるな。全部見ると何回も同じことの繰り返しになるから、ここから iPhone に切り替えるよ。スマホを選択するリストから Open iOS シミュレーターを選択するよ。iPhone が起動したら、また実行ボタンを押してアプリを動かすよ。お、こっちもちゃんと出てきたな。今度はさっき Android で作った ID を指定して Get ユーザー画面を表示させるよ。つい、さっき作成したユーザーが出てきたな。ポストアイテムズからまたアイテムを作成するよ。これも成功してアイテムが作成されたな。最後は Get アイテムズだよ。こっちもデフォルトのまま送信ボタンをクリックするよ。
ここからまた適当にアイテムを追加して正しく追加できるか確認するよ。こっちも正しく動いてアイテムが追加されているな。今回は以上だよ。どうだったかな？テンプレートもいいけど、構図を使った方が汎用性があるな。スマホでもファスト API が活躍するのはいいな。あとは、フラッターで Android と iPhone のどっちでも動くアプリを作れるのも知れてよかったぜ。便利な世の中になったな。今回はここまでだよ。また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。